足らずです。今日はね、おかんが乗ってるプリウス PHV。これをね、いつも勝手にいじってんですわ。こっそり。こっそりってほどでもないんだけどね、いじったら事後報告っていう感じでいじってんですけどね。それをね、今回は修理動画をちょっと撮ってみました。このドラレコがね、根元から折れてんだよね。ステゴとぼっきり。っていうのを直すのと、あとちょっと気になるところ、もうちょっと修理していきます。ね。まず頑張って手ぐすでやってみます。嘘切れた。もうなんざイライラするでよおめえ。でね、見事に切れました。超イライラしてね、実はこの車フロントガラスが割れてんです。なのでこれやっちゃいけない方法でやりました。危ないから見せれませんこれやるとね、ほんとガラス割れるからね、やめた方がいいですよ。想像できる人は想像できると思うんですけど、この方法で撮りました。ガラス変えるからいいやと思って、割れたら割れたらね。今週入庫です。これじゃテグスじゃ取れねえよね。カッチカチになってんの。しかもテグス遅かったしな。で言った通り、ガラスこんなになってんですよ。ここに飛び石が当たって、でどんどん広がったって感じ。飛び石当たったの分かったんだけどね、マセラティが抜いていった時バチンってなったんですよね。その時ね、全然見えなかったんで、全然なんともないなと思ったら、黒いところにねヒットしてた。で高速走ってたら広がっていったんです。でね、ステをね直していきましょう。これも劣化なのかな。それかなんていうの、日よけ毎日つけてるんですけど、それをねつけるときに多分引っ掛けたかで折れたんだよな。これ弱いよね。今もっといいのあるんだけどさ、これまだ動いてるし、これでいいやと思って直していきます。でね、瞬間接着剤、これでねまず仮止めします。これでくっつけるわけじゃなくて、これで一回仮止めっていう感じだね。一回仮止めをしてあげるんです。で俺結構これね、プラスチック直すときは瞬間接着剤と、あと溶接とハンダゴテで溶接と、あとプラリペアいつも使うんですけど、プラリペア使うとねかなり強固なものになるので、ほんでね、ここほら欠けてんの分かります？このかけらがない。なのでね、あれをプラリペアで埋めちゃって、でそこに流し込んでね やろうかなって考えてました。でね、あとは今溶接、プラスチックを溶接します。ハンダゴテで十分です。最初なんていうの、表面を溶接してあげて、表面くっついたら反対側から奥までグーって押し込む感じで周りを溶かして一体化させていってあげてください。まず表面をね、まずこれでだいたいくっつけて、あとはね追いプラするときにギューって押し込んであげるんです。周りを溶かして一体化するイメージですね。俺の方法が正しいかどうかわかんないですけどね、俺はこれで結構長持ちしてるんで。でね、こういうところは追いプラしてあげます。全部に一応追いプラした方がいいですよ。追いプラしてまたこの周りごと深めに溶かしていってください。そうすると結構くっつきますんで。
あとはね、プラリペア。これめちゃくちゃ便利ですよね。これ開発した人すごいよな。これでね、この溶接したところ、これを足にして、このプラリペアを持ってってあげます。そうすると絶対取れないんで、周りにもね、プラリペアで折っていってあげます。このプラリペアの溶剤がプラスチックをちょっと溶かすんですよね。なんでね、ああやって下にね、こぼしたんですけど、あれ溶けますから気をつけてください。溶かしながら、くっついていくんで、かなり頑丈になります。で、ここもね、中までね、肉抜きしてあったんで、それを埋めてあげました。でね、ガチガチに固まったら削るだけです。こんだけ。ほんでね、すごい硬いものになりますから、ここもね、肉抜きの穴全部埋めてやりましたよ。で、穴がね、やっぱり埋まっちゃうんで、そういうところはリューターで穴を広げていってあげます。それだけで完成です。結構簡単にできます。でね、できました。色がちょっと違うけど、そこは見えねえなと思って、これでいいやと思って。で、あとは組むだけですね。バラした順で組んでいってあげましょう。かなり頑丈なものになりました。あとはね、気になってたところ、このプリウスね、LED を白にしてるんですよ。チップ LED を全部打ち替えてて、この1箇所だけね、点滅するとこがあるんですよね。ここ。シートヒーターのスイッチのところ。これがね、点滅するんだよね。LED がダメなのかな、ハンダがダメなのか、わかんないんで一回バラしてみて、確かね、これチップじゃなかったんだよな。そうそうそう。ほら。この点灯する部分はチップ LED じゃないんですよ。これの接着が悪いのかなと思って、一応ハンダでもう一回ハンダ打ち直してあげようと思って、これでダメだったらね、LED 変えましょう。例えばいいだけですから。でね、これは打ち替えてあるんですけど、めちゃくちゃ見えないです。めちゃくちゃ見えない。これだいぶ前に打ち替えたんで動画なんか残ってないんですけど、今度なんかのやつ打ち替えの時あったら紹介したいなと思ってるんですけどね、ハンダごとはね2つ使います。めちゃくちゃ見づらいし、老眼にはきついです。そしてね、あとはどんどん戻していきましょう。もうこれつかないってことはなかったんで、最初から。ただ点滅たまにするだけだったから大丈夫だろうと思ってそのまま戻してます。でも LED 点滅ってことは LED 壊れてるんじゃねえかなってちょっと思ってる。いいか、とりあえず戻しちゃおう。そう、ここについてんだよね。でね、コンセント 1500W のコンセントがついてんだけど、前ね使えなかったんだよ。なんてことはない、コネクタが外れてた。外してよかったと思ってコネクタがね外れてたの。なんか壊れてんじゃねえかと思ったらね、それでした。外してみてよかったです。でね、これ取るのがね結構めんどくてね、内側に手をグッと入れて、でグッと起こして、でこのね剥がすやつ、唇剥がしでねポテトってやるみたいな、それがめんどくさいんだよね。ここ外れれば簡単なんですけど、一回コツをつかめばね。でね、車両チェックだって、点灯チェックがてらおかんのプリウス紹介してきます。おかんの買い物車だからね、これ紹介してきます。何年式か忘れちゃったけどね、プリウス PHV プラグインハイブリッドですね。これにね20インチ入ってます。シャレンの
AME20 インチ配点です。これもね、事後報告した。何それって言われたもん。気づけなよって言ったらね、超慎重に運転してる。まあね、慎重に運転した方がいいよね。うん。でね、中はね、なんだっけ、なんとかパッケージ、マイコーデみたいなだっけな、そのね、木目パネルとね、あとこの辺も、なんだっけ、まあ、レザーパッケージだから、最初からこれか。あとちょっとゴールドっぽいやつ。でね、こうやって白く打ち直したんですよ。これすごくいいよね。なんでトヨタこれにしねえんだろうと思って。緑はねえだろうっていつも思うんですけどね。レクサス緑なのに、緑じゃねえや。レクサス白なのにね。トヨタも白にすりゃいいのに。前乗ってたアルファードも緑だったんだよね。あれも打ち替えて。なんで緑にするんだろうと思って。緑余ってんのかな。でね、ハンダし直したところも点灯してました、バッチリ。でね、こう、外装は LED だから、ね、フォームも LED と、あとはデイライト。ここは、あんま変えてねえか。あんま変えると叱られるからな。ナンバー2ぐらいかな。車高は絶対に下げんなって念押しされたからね。そりゃそうだよね。まあこれからね、こうやって勝手におかんのプリウス勝手にこっそりシリーズたまにあげます。たまにこっそりやるんで。なかなかね、大っぴらにこれできないから、おかんに怒られるからね、こっそりやります。次何かな。次はあれかな。ハイビームとか、その辺だと思います。今日もご視聴ありがとうございました。また見てやってください。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。本日もありがとうございました。